左上からですね、牡蠣のオイル漬けなんですけど、自家製の柚子胡椒をちょっと上に乗っけてますね。黒豆とハッス、人参とさつまいも、まあ、別々で煮て、で甘くしてありますね。かぶを煮て、で隣にあるのがあん肝ですね。あん肝の味噌漬けなんですけど、麹使ってるんでちょっと発酵させてですね、チーズみたいな感じですね。ウニバター、ウニをバターでペーストにして、で青のりちょっと入れて炒めてあります。これでいいからそのまんまスプーンにして、ニラ粉ですね。柔らかいですね。アサリの旨煮と蒸あるスルメイカの肝あえ、まあ、両方別々で火入れしてで合わせて、爆雷ですね。ホヤと、まあ、細かくあえてあります。新中川のおつまみ9種、いきなりすごいですね。9種類も。うまっ、ナチュラル。これ自家製の柚子胡椒いいですね。辛すぎないっていうか、チーズのようなねっとり具合と結構強烈な塩味が酒に合う。黒豆甘い。ちょっとね、黒蜜を使ってる。かぶ柔らか、溶ける。トロトロ系のあんきますね。美味しい。3週間くらい経ってます。1回火入れしてるんですけど、3種類ぐらいの味噌。あとは粒味噌ですね。甘みがあります。これはあんまりしょっぱくないですね。そうですから、肝あえが水に。後半バターの香りがしますね。そうです。爆雷美味しい。ほんとこのサイズ感でちびちびいくのいいですね。これはなんで出し方を最初にプレート方式で出すようにされたんですか？一個一個出してたんですけど、もう時間と量が多くなっちゃうと右までたどり着かなかったですよ。それでもう本当少しずつちょっとシフトして、それで最初に出して、ちょっと僕もお話ができるようになった。うん。これで2時間ぐらいいけちゃうんですね。2時間。サバは北海道、1回マイナス60度で冷凍かけて、柚子胡椒を使った酢味噌です。福岡、小さいんですけど、まだ油乗ってきて。酸味と甘みっていうか、酢味噌が本当に美味しい。昆布だしと、あと鯛のだしを合わせて、下こう漬け込んでるので、ちょっと香りがあるんです。しらすです。下シャリ入ってるので、潰してシャリと合わせていただいて、昆布の旨味香りというか、は感じますね。ちょっとトロンとしてる。今温めてたんですか？今温めて蒸して、取った殻を全てだし取ってかけてます。うわ、贅沢だ。うまっ。カニはあったかい方が香りが全然違いますね。カニって体冷やすんですよ。で、やっぱ温めないと結構すぐお腹冷えちゃう。ちょっとちっちゃいシャリ玉ここに投入いいですか？全然いいですよ。うまい。最高です。サンマです。あれのところは肝のソースで、白いのはじゃがいもと玉ねぎをすり流しにしてですね、お出汁で伸ばしただけですね。苦味と甘さ絶妙ですね。これガリですか？ガリ生姜です。はい。立派ですね。シャキシャキしてます。タケノコみたいな食感が好きです。この黒蜜は今日はさっぱりしてるんで、僕も柚子胡椒を使ってます。わさびじゃなくて柚子胡椒。そうですね。これ柚子胡椒。黒蜜って皮目炙って油があるってイメージだけど、あっさり。大きいですね、味。
もわさびじゃなくて。生姜とネギをすったあちもう持った瞬間にもっちりというか、違う。分厚いけど柔らかいから、グリップというよりは、ふわっとクッション性がある。外側が火入れしてます島味なんですけど金目鯛羽が美しいな。これもなんか張りがあるというか、余韻が油が広がりますね。さりげなく。かんぴょう。かんぴょうですねかんぴょうも佃煮みたいに固めに炊いてですねかんぴょうのね食感がねいいと思います油すごいですね。かんぴょうの食感が本当にアクセント。長川さん、今イカでも包丁変えたじゃないですか。はいはい長いのと短いの。こういうあれで使い分けるんですか。まあ、ネタ切るときはこれで切れないことないんですけどやっぱ長さがあったら一発で切れるんでそれで変えてますねなるほど。はい、まあ、細かい作業やるのは確かに。ちょっとそういうところですね炭かパキッと食感がスミイカらしいです。後半ねっとりしてきますね、スミイカ。それで柔らかいと締めてる一尾漬けですか。一味漬けはいどっちかっていうと一味が多いんで噛むとやっぱりどんどん酸っぱいというか、小肌の脂と旨味が乗ったジューシーな酸味。綺麗にツヤツヤしてる。これは漬けにせず。あそうですねはいそうですねちょっとさっくり系のそうですね筋が美味しいですね。あうまいですかはい。色が白いですね。煮浜なのに白い。茶色くない。お醤油入れたりなんだりっていう形はしてないですタレはね、ハマグリの出汁とそれについて甘だれのはハマグリ自体が難しい本当ナチュラルですね。ナチュラルですおいしい。秋田ちょっとね粒小さいですけど白いイクラ、これもナチュラルですね、すごい。わさびサンタバーバラの紫。今、まあ、流行ってるっちゃ流行ってますけどちょっとビターさもあって海外感というか個性的ですね、すごい。薄焼き卵エビ甲殻類の香りがしますね。ふわっと
軽やかですね。単体で食べても全然酸っぱくないというか、しょっぱくない。米の旨味を感じるシャリ、優しめのシャリ。かんぴょうにこのわさびのツーンとする感じは合いますね。かんぴょう。かんぴょうですね。ええかんぴょうも佃煮みたいに固めに炊いてですね。かんぴょうのね、食感がね、いいと思います。イワシとかんぴょうの組み合わせは初めてです。油すごいですね。かんぴょうの食感が本当にアクセント。かなりかんぴょう歯応えありますね。筋目のネタで甘さで言うとやっぱおぼろじゃないですか。かんぴょうで代用するっていうのはさすが中川さん。はい。かんぴょうちょっと三角目に鉄砲。そうですね。かんぴょうにこのわさびのツーンとする感じは合いますね。食感あるかんぴょうも美味しいですね。ちょっととろっとしたかんぴょう巻きもあるし、かんぴょう巻きって奥が深いしね。かんぴょう巻きも結構ね、炊き方で変わると思いますよ。かんぴょうの素材そのものって差が出るもんなんです。皮目と内側と全然違う。別物なんですよ。外側と内側で全然炊き上がりが変わってくる。それを最初に間引いてですね。外側が皮目なんで柔らかいですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。寿司中川さんのこだわってらっしゃるポイントってどんなところですか？シャリですね。シャリのこだわりたいですね。例えばお米の種類だったり、そうです米の硬さとか、はいろいろあるじゃないですか。はいはい。まあ、全部こだわってらっしゃると思うんですけど、追求されてるところってあるんですか？硬すぎず柔らかすぎず、どっちかというと中間のところを求めてる感覚がありますね。バランス。はい。こだわったおつまみがすごかったなっていうのが印象的で、お酒好きな人はたまらないですね。ちょっと最初から日本酒に向けてっていうのは確かですね。お酒お好きなんですか？いや、全然飲めないですね。そうなんですか。なのにあれだけの種類のおつまみを開発されるってすごいですね。イワシは本当に見た目以上に脂がすごかったんですけど、なんであれあんなに溶けていく感じなんですか？筋目ですか？筋目ですね。ハスに締めてる理由は、皮目を柔らかくしたいだけなんですけど、皮も一緒に食べてもらいたいかなと思うんですね。トロみたいな感じ漬け方が、そこにかんぴょうのやっぱシャキシャキと甘さとでシャリがまた混ざり合って三位一体感じまして、食べたことない感だったんでありがとうございます。感動しました。ありがとうございます。嬉しいです。ちょっと季節変えて、ぜひ、はい。たくさん次はもっとお酒飲めるように準備しておきます。はい、ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございました。